世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はい、高と申します。さあ、僕は現在ですね、標高がめちゃくちゃ高いところを歩いてるんですが、遠方にね、見えます、韓流の貼り付けと呼ばれている場所があります。この世界の住人たちがそういう風に呼んでる場所、ロケーションっていう感じですね。ゲーム的にはランドマークの役割も果たしていて、要所要所でね、韓流の貼り付けが見えるスポットっていうのが用意されています。見える大きさだったり角度だったりがね、だんだん変わっていって、どんどんあそこに近づいていってるなっていうことが実感できるように、そんなマップ作りをね、目指してます。ストーリー的にもね、主人公はロケーションを目指しているっていう設定がありますので、そういう意味でもね、韓流の貼り付けは、めちゃくちゃ大事な場所ということになってくるんですが、以前からですね、よくコメント欄とかでもご指摘いただいてたんですが、韓流の迫力がちょっと弱いんじゃないかという話がありました。これ確かにね、僕自身もそういう風に自覚していて、ちょっとどうにかしないといけないなと思案しているところなんですが、振り返ってみると、韓流の貼り付け、一番最初にこのマップに設置したオブジェクトなんですよね。戦闘のベースシステムが出来上がってからマップの制作っていうのを開始したんですけど、その時にね、一番最初にゴール地点としてこの韓流を設置して、そこからファーストステージの平原エリア、そしてそこにつながるチュートリアルステージという流れでね、マップをどんどん拡張していってるんですけど、実はね、旧千葉でも同じ韓流の貼り付けって存在してたんですよね。このゲームの前身にあたる作品です。昨年の4月頃にね、リリースして、ちょっとね、めちゃくちゃ不評が多かったので、そこからね、新たに新生千葉として一から作り直しているのが現在お見せしているこのゲームなんですけど、そうなんです。旧千葉の時もこの同じ韓流のオブジェクトを使用してたんですが、マップの広さがね、旧作と比べるともうめちゃくちゃでかくなってるんで、相対的に韓流の貼り付け自体の迫力っていうのも、このマップのでかさと比較するとどうしてもね、ちょっと落ちてきちゃうっていうのがやっぱり一番の原因かなと痛感してます。じゃあどうやってこの韓流をマップの広さに見合ったね、迫力を出させていくかっていう話なんですが、いくつかね、ちょっと考えてる改善案っていうのがあるので、それをちょっと動画メモ的な感じでね、この動画に残しておこうかなと思います。そこに皆さんからのコメントによる提案とかのね、お力添えもいただけると思うので、これは喋り得かなということで、早速やっていきましょう。まず一つ目の改善案が、もう単純にでかくする。これね。正直これが一番効果あると思います。なんですが、これ実はね、旧千葉の時と比べると、この大きさでもうすでに実はめちゃくちゃでかくなってるんですよね。なのでこれ世界観というかね、設定的にもちょっとこれ以上大きくするのがちょっと厳しくなりつつあるっていうのがちょっとネックですかね。ただ、ギリギリを攻めるんであればね、もう少しちょっとでかくすることはできると思うんで、その設定とのね、兼ね合いというか、ギリギリを攻めていく。さらにサイズを増していくっていうのが、まず一つの手。で、それと合わせて使えるかなって思ってる方法があって、これちょっと汚いやり方というか、よく言うと賢いやり方なんですけど、大きさで嘘をつくっていうやり方が一つあるんですよね。どういうことかっていうと、この韓流のサイズを動的にね、変えていくっていうことです。これもちろんリアルタイムでね、常にプレイヤーの座標を取って、竜との距離を見てね、リアルタイムで竜の大きさを可変にしていくっていうことはちょっともう処理的に難しいからやらないんですけど、要所要所、ポイントポイントでね、竜のサイズを差し替えていくっていうことはかなり現実的だと思うんですよね。例えばファーストステージから見えているあちらの黒の岩山、こちらがセカンドステージのね、舞台になってるんですけど、この黒の岩山越えた後のね、こっち側に行った時とかに、竜の大きさがね、少し変わってても、多分気づかないと思うんですよね。なので、ファーストステージでは、迫力のためにね、めちゃくちゃバカでかく竜を設置しておいて、ちょっとやりすぎちゃった分をね、セカンドステージの黒の岩山越えた時には、元に戻しておくっていう。ちょっとちっちゃくなってるっていう。気づかない範囲でやりきることができれば、迫力も担保しつつ、設定的な竜の大きさっていうところもね、プレイヤーが近くに行った時は、ちゃんと設定通りの大きさに戻すことができる。この手法はね、ちょっとありなんじゃないかなと思ってます。ただ懸念すべきは、これ、ちょっとレベルデザインだけの話じゃなくなってくるっていうのがあるんですよね。レベルデザインっていうのは、つまりマップのデザインのことなんですけど、マップ担当の僕の力だけでは実装できない仕組みっていうことですね。プログラマーの三成さんにも相談してね、こういうプレイヤーの位置によって韓流のオブジェクトのスケールをね、いじっていくみたいな仕組みを実装することが必要になってくるので、そういった時間的コストはちょっとかかってしまうっていうのが一つありますが、これはかなりいい方法なんじゃないかなと思ってます。
2つ目が光とかエフェクト関連ですね。つまりスポットライト当ててきらびやかにしようっていう感じの作戦。エフェクトを焚いたりとか、めちゃくちゃ強い光当てて目立たせるっていう方法なんですけど、ちょっとね、やりすぎると逆に変な感じになっちゃうと思うんで、難しいところですよね。特にエフェクトなんかはかなり遠方から見ることになるんで、ちょっと技術的に難しそうだし、設定的にもね、もう石化してしまっている竜なんで、ちょっと何らかのオーラ的なエフェクトが漂ってるっていうのはちょっとおかしいかなっていうところがあります。他のやり方としては背景との兼ね合いとかもあると思って、今ね、ちょっとこの韓流の周りってまだマップデザイン全然できてなくて、ただ海と山がドーンと置いてあるだけなんですけど、この辺をもっとちゃんと作っていってね、色味の兼ね合いとかでこの韓流が浮かび上がるようなね、目立たせ役の背景を目指していって、総合的な視覚効果としてね、遠方から見た時に、こう、韓流が浮かび上がってるようなね、そんな感じのライティング、光の当て方だったり、背景の見せ方っていうところを目指していくのが一番いい着地点なのかなと思ってます。この辺はまず韓流の足元の地形をね、ちゃんとデザインできてからの話にはなってくるんで、だいぶ先の方にはなっちゃうと思うんですが、ファーストステージのね、この丘から見た時の韓流の後ろ側、背景に当たる部分の、色味だったり、ライティングっていうところはちょっと気にしていきたいなと思ってます。で、3つ目なんですけど、これもなかなかいい方法だと思ってて、いわゆる集中線ってあるじゃないですか。漫画とかの表現技法でね、たまに使われると思うんですけど、集中線、ターゲットというかね、被写体に向かって、こう円形にね、線がこう集中していくような感じの目立たせ方なんですけど、それをこのステージ全体使ってやることができるんじゃないかなと思ってます。で、実はすでにね、この集中線っぽいものをちょっといくつかね、このステージ内に入れてまして、この縦長の岩ですね。これも実は集中線的な効果を狙って結構配置してたりします。被写体というかターゲットであるね、韓流がそもそもバカでかいオブジェクトなので、集中線に当たるこの岩もね、これくらいバカでかい方がちょうどいい感じかなと思ってます。で、設定的にもね、この縦長の岩って実は大昔にね、韓流に向かって伸びていった地罰っていうのが、経年によってね、メイエネルギーを失って通常の岩と同じような材質になったっていう設定なので、韓流の方向に向かって伸びていってるっていうのは、設定的にもね、めちゃくちゃマッチしてるんですよね。なので、この集中線的な役割の大昔の地罰っていうのを、ステージの主に外側とかですね、にもう少したくさん配置して、うまくこう被写体であるね、韓流が強調されるような画面効果を生むことができるんじゃないかなと。しかも設定とか世界観あまり崩さずにね、このゲームではそういう効果を出すことができそうなので、これは結構ね、近いうちにちょっと試してみようかななんて思ってます。というわけで今回はちょっと相談みたいな感じの動画になりましたね。実際に着手する前にいくつか案を挙げてみて、それについて喋ると。で、コメント欄でね、皆さんからそれに関する反応をもらえたらななんて思ってます。よかったらね、気軽にコメントの方を書き込んでみてください。というわけでまた来週もよろしくお願いします。